ってまいりました。 WSOP ワールドシリーズオブポーカー開幕です。やったー。来た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 。はじめまして、俳優をやっております本郷奏人と申します。よおーい。いいやいや、すごい。してる。激しい激しい。5000ドルトーナメントです。反省して明日から頑張りたいと思います。お疲れ様です。というわけで WSOP 一発目のイベントは何の成果も得ることができず飛んでしまったんですけども、これからしっかりねキャッシュゲームをねプレイしていこうと思います。100、100、アンティ100ノーリミットホールでもやっていこうと思います。これ5000ドル負け戻りそうですね、余裕で。戻させねえ。戻します。だけど WSOP といえばトーナメントだけじゃなくてキャッシュゲームも大事なんで、ここでしっかり勝って5000ドル取り戻しましょう。お、頑張って。あれ飛んでんじゃん。ビビチ悲しい。2人してチートお小遣いなくなっちゃうよ。しばらく打ちますよね。まあいいレートにされてるし。そうだね。今日はずっとやるかな。オッケー。そしたら僕デイリーの WSOP のサイドイベント出てるわ。じゃあ頑張って。わざわざ報告しんといて。トーナメント飛んだらいちいち報告なんてしなくてもトーナメントってたくさん飛ぶんで、この後も。そんなこと言わないでよ。いや現実受けるよ。頑張ってください。なんてマネージャー。グッドラックです。Just like he does here. Kick. Oh yeah. How long did that take you? It's like 5 months, maybe 4 months. About Just playing kind of know which one like to. So after that, did you stop? Way more all of that. I would say it was 10,000 of my like what you know. This 8 win! というわけで2時間ぐらいプレイして100、100が割れちゃいました。なんですけども勝ち額がなんと8475ドル勝ちということで2時間でやったー。今回トーナメントで5000負け、昨日2000負け、ルーレットでも1000ドル負けたんですけど全部取り戻しました。なんですけど割れちゃったんで真面目に1020に移動します。しっかり価値を増やしてプラスで帰りたいですね。頑張ろう。ジェフェリーノジェフェリーノ coming! Hello! Position. You got position. Oh, you sit here? I take all your money, okay? Alright, I'll buy in for 20 to 800. Oh my gosh. Versus Jefferino. Oh, heads up! You can't go back. Oh my god, are you serious? Okay, just go. Okay? We are playing heads up. Look this. Oh my god. Oh, Jefferino again.
Okay. Oh, so scary. Look at that. Look at this. $1,020 you bet? 920, sorry. 920. 160% of the pot. Let me think about it. Okay, I fold. You good. Very close. Giavellino! Call. Call? I call. Oh, yeah. I'll pay you later.おはようございます。というわけでやってまいりました。今年も2024年ワールドシリーズオブポーカーヘッズアップトーナメントです。参加費$25,000。高っ。今年でもう3年目ですね。一昨年は2回戦目でケビンに敗れ、去年1戦目で飛ばされ、今年はどうなるということで、このトーナメントですね、去年一昨年を見てない方に改めて説明させていただきますと、64名だけのプレイヤーが参加する1対1のトーナメント形式です。だから64人の人が32箇所に分かれてヘッズアップをしますと。64人が32人、32人が16人、16人が8人、8人が4人、4人が2人、最後勝ったら終わり。つまり6戦勝ったら優勝のトーナメントなんですよ。簡単そうに聞こえるでしょ。誰にもチャンスがありそうな。そう、残り8人でインマルなので3回勝てばインマルです。他のトーナメントで比べるとはるかにブレスレットを獲得できる確率が高い、激アツトーナメントになっております。ただですね、見てください、こちらメンツがですねすごいんですよ。スーパースターが揃い踏みのトーナメントになるんですよ。ただ今年はですね、サテライトがねめっちゃあったらしいです、このトーナメント。まあ、正直やっぱ25,000自分で出す人よりもサテライト勝ち上がってきてる人の方が、まあ、上手じゃない可能性は高い、正直言って。僕はですね、今回のこの25,000ヘッズアップに向けてめちゃくちゃヘッズアップ勉強しました。もうなんなら2時間半前までやってました。11年間ポーカーやってきた横澤の中で今が一番強いです、ヘッズアップ。正直言って今年の横澤だったら去年も一昨年も勝ってたかもしれないです。それぐらい横澤のレベルがアップしました。僕が去年一昨年倒したやつです。はい、今年は行くと思いますよ。行きましょう。$25,000ヘッズアップで今年もやっていきましょう。レッツギャボ。来た。なんか受験みたいだよね。俺の名前あるかな。横澤正人、エリック・レスロー。この人ですね。賞金獲得$211万で、トリトンとかにもめっちゃ出てます。めっちゃハイローラーの人ですね。あ、知ってるわ。強い人です。これ去年のヘッズアップ5位です。強敵ですね。ショートデックとかミックスとか2位になったりしてるんで、トリトンも出てるし多分強いですね。しかもあって、これここなんですけど、見てください、隣。いや勝ったらクリス・ブリオですね。これは過去一辛いですね。でもなんかね、勝てそう。マスターロー。Yeah, fast hand.
いたら13万4000円ぐらいしかない。意外と20便ぐらいかけてんな。ちょうど今応援しに来ようと思ったら強烈なオールインが入ってもうめちゃくちゃドキドキしましたね。すごい戦いをしておりますね。グッドラック。ちょっと僕もうここには長く入れないんで僕ミステリーバウンティー出ていきたいと思います。頑張ってください。行ってきます。ありがとうございます。16万5000円逆転した初めてここに来て初めて逆転した。もう2時間やってるこれ。はい。やばいね。
かいですね。10万点ある。はい、33人。いや、向こうが考えてること言っていいですか。はい。こいつ強くねって思ってます。はい。後半怒涛の勢いでしたね。半端なかったな、後半はい1時間半ぐらい。そうでした強かったでも相手もめちゃくちゃ強かった。まあハンドが勝ってたね、シンプルにかなり。降りられてましたもんね。めちゃくちゃ降りられてた。よっしゃ、初戦突破。やった2戦目はブリュワーを倒した。そうですね。隣の方。ちょっと対戦相手の情報を調べておこう。この人だ、パトリック・ケネディ。What's up, you win? Yes. Oh, I think we playing next round, maybe. Oh yeah, Kennedy, right? Kennedy, yeah. What's your name? Masaro. Masaro. Nice to meet you, bro. Nice to meet you. Good luck. Good luck, yeah. 今の人ですね。そうですね。普段300ドルとか500ドルとか出てる人はもしかしたらサテライト通過税かもしれない。さっき話してた、もしかしたら勝たなきゃいけないね。勝ちましょう。かなり強敵を倒した後ですからね。いや、今のヘッズアップ手応えあったな。なんか負けてる時も全然いける感じしてた。いやでも相手も強かったから本当に、まあ、最終はもちろん運なんですけど、もしかしたら去年までの横澤だったらあの相手には負けてたかもしれない、って考えたらやっぱり勉強する意味ありますね。よし、でかいでかい。 1戦目突破。はい。 Go ahead and high card for the deal, 11. Yeah. I don't need your opinion. Am I going to be on YouTube? Yeah. Nice. Good luck to you. Good luck. Let's go. Let's go. Good luck. First pot. Yes! It's a big one. 3,000.今のところテンポ取ってはい。4ハンド連続取ってます。ボート。 Very cheap.
118. 勝てねえ。いやー、最後は見てなかったかな。いやー、きついわ。エースヘッドとクイーンズあれが全てやったな。ヘッズアップでこんなこといきます。やばいよね。最後に降りた方がいいかな。めっちゃエイシーズっぽかったよな。でもエイシーズに対してめちゃくちゃ勝率あるからな、初め。そうなんだよね。2ハンドで終わった。あんなにリードしてたのに、これはさすがに勝ったなって思ってたけど、なかなかうまくいきませんね。25系ヘッズアップ、壁は高いですね。焼き鳥8。カラティが一番食べたいと思って焼き鳥にしたら、やっぱり一番食べたいのは焼き鳥。本当に1ヶ月間一番焼き鳥が食べたかったんだよ。イエーイ。うわ、メガすぎる。やったー、ありがとうございます。ないよ。いただきます。でもめっちゃ楽しい。楽しいのが一番だ。うちでやるポーカー、楽しかったね。リエントリーするためにはテキーラをなみなみ飲むっていう。あれいいルールだね。そう、日本でさ、ポーカーするってさ、当たり前だけどお金かけたらダメだから、どう楽しむかみたいなのやっぱあれめっちゃいいからやってて、ブレインがさ、雑になっちゃうじゃん。その何もかかってないとっていうかさ、かけないで楽しくやるみたいなのがやっぱいいよね。負けたら一発逆にましょうだけど、あれ結構いいです。前やったみたいな勉強するためにやるのがいいよね。ふざけるメリットがないから。あれはそう、めちゃめちゃいい。難しいのはさ、何を目的としてポーカーしてるのかって人によって違うじゃん。だからホビーとしてやってる人に教えてって言われると結構難しくて、教えることで楽しくなくなっちゃったら本末転倒。ポーカーはこれは難しいですね。なんですけどね、そんな横澤も本を出すことになりましてね、見てください。世界一優しいポーカーの話方、角川さんから出させていただきます。これ噂には聞いてますよ。オールフルカラーで300ページあっておいくらでしたっけ1500円です。それありえない話なんですよ。カナティにとっても勉強になりそうな話結構あって、すごいなこれ。これやばくない？いやこれ結構やばいよ。ボードでベッドサイズを変えるみたいな。はいはいはい。例えばドライボードだったら大きいサイズで実はあんま使わない方がよくて、その理由とかも書いてある。そう、ポットオーバーベッドってどういう時に使うんだっけみたいな。ちょっと待って、これ読みたい。ちょっと待ってくれ。今全部知りたいことばっかりだよ。あと練習問題もあって、ちょっと待って、僕全然そのとこまで理解できてないから値千金だよ。これ差し上げますのでぜひ読んでください。めっちゃ嬉しい。ということでちなみに僕もAmazon で予約済みですこの人ね、頭おかしいですよ。ちょっとポーカー狂ですよ。狂気の定いや、それこれやばそうだな、これ。キャラ崩壊してるな。実力を発揮しきる前にオールイン勝てない毎日。